これは無理かな？ 3、2、1。さあ、4、3、2、1。テキラドム14です。今回はクイーンモカズステファニー vs フーチンナンバーワンというところでね、中華の系のクラブですね。はい。というわけでね、早速やっていきましょう。はい。というわけで早速やっていきましょう。先行クイーンモカズからガクのディガホグというところで、久しぶりですね、ガクディガホグ。さあ、タウン前から食い火始めていって、3時の1マス先の方に誘導していく流れですかね。ちょっとこの対戦はね、顔出しの大会だったんでね、いろいろウェブカメラとかもつけつつやってたんですけど、もうそれ見たらね、ガクがね、ちょっと前から iPad で練習中だったんですけど、この対戦も iPad でやってましたね。今までのガクっていうとやっぱ、携帯でね、1本指でちょこちょこやってたんですけど、2本指になってましたね。iPad でやってました。これでもう、携帯勢いなくなっちゃったかな。僕だけかな。カズマくんもね、iPad でやってるんで。他4人が iPad で、僕だけ携帯というね。全然、なんだろう。ベルナウとかもなんか iPad にしたって聞いたような気がしないでもないな、そういえば。時代に取り残されてるわ。さあ、クイーンギリギリですが、ここはレイジを使わず、援軍に合わせていって、タウンポイズンギリ受けちゃってんのかな？これストライカーの遅延かな？さあ、安全にゼロタゲで援軍を勝利しつつ、ディガホグパートスタートと。素晴らしい流れですね。さらばも安全に勝利できつつ、まずはヒールから。キングがちょっと相手のクイーンに捕まっちゃってんの痛いんですが、さすがにヤクがいると壁割るの早いですね。さあ、キングに捕まっていって、キング側でね、サイドカットができてるので、中心マルチの方に誘導がしやすいと。クイーンの方も穴開けしてインビジブルで延命してクイーンをシングライティの方へ。ここはフリーズしっかりかけていきつつ、奥にレイジ。クイヒーではなくディガホグの方にレイジを選択しましたね。結構迷うとこだと思うんですけど、思い切ってディガホグの方に打っていきつつ、こうなるとロイちゃんの方もね、ディガホグの方も止まんないですね。ブーメランはここで打たされちゃうんですが、最終区画、クイーンクロークと、裏スニゴブという、なかなか珍しい。何用だったんだろう。流れそうな時に緊急で使いたかったスニゴブとかなのかな。さあ、大量にユニット残っての旋回ガーサスだ。いや、強いね。めちゃめちゃディガホグ残ってんね。やっぱ刺さるって思った配置にしっかりさせるのがね、結構ディガホグって大事なんですけど。ガチで刺さったね。さあ、リサオさん。この人ちょっとね、僕の中でね、印象が良くなったんで、後でちょっと話しますね。さあ、スーパードラゴンですね。弱体化されたとはいえ、未だに結構使ってる人も多いユニットではあるんですが、回廊っていうところでね、結構刺さりやすいというところで使ったんじゃないかな。さあ、タウンにレイジをかけていきつつフリーズ。いい流れですね。HP とかはね、変わってないからね。射程とダメージは下がってるけど、HP は変わってないので、シンプルに高い HP を駆使して最終区画までどんどん進んでいきますね。いや、強いなぁ。さあ、対空砲も裏にはあるんですが、スーパードラゴンとドラゴンライダーの HP が高くて全然倒せず、その隙にマルチ IT がおられちゃう。強い。さあ、ロイヤルチャンピオンも合流しつつ、フリーズはもうないんですが、これはもうブーメランで終わりだ。強い。さあ、裏からスーパードラゴンもやってきて、ありえないタイミング出てるよ、これ。早すぎる。早っ。さあ、終わってみたら、これは1分24秒。早すぎる。半分ぐらいですからね。早っ。前回のね、僕の MSE スポーツ戦でね、ライドラッシュやってるんですけど、その時のタイムがね、1分29秒だったんでね、あれより5秒も早いってね、考えるとめちゃくちゃ早い。スーパードラゴンもマジで強いな。
さあ、カズマくんもここは2連続のディガホグですが、これはフレームシューター型。12時の方にシューター投げ込んでいきつつ、下でちょっとテスラが重く出てきたので、そこの対応もやってますね。さあ、迫撃に撃たれてるシューターは、許容と。さあ、サイドカットで大砲までしっかり切り切って、この後タウンホールに戻していくような誘導ですね。作りがうまいね。迫撃付近にね、テスラとかあったらちょっと怖いところではあるんですが、ゴリ押しインビジブルと、今の大砲のホグで結構迫撃近くのテスラは見えるし、ほぼそこ置かれないからね、通路に置くことないでしょ。ってことでここ戻していくと、うまい。さあ、うまい誘導ですが、援軍処理が結構、ホグで引っ張るとかしないと当たれなそうなのと、もうホグが4体しかいないですね。結構サイドカットのテスラと大砲を当てにね、ユニット使った印象なので、さあ、レイジをかけていって、フリーズかけて、ホーミングチェックのバルーンが奥まで行って、これはトルネートホーミング吸いつつ、ストライカー呼んできてくれました。このポイズンだるいけど、このままシングル綺麗に誘導できるのいいですね。さあ、12時のシューターは迫撃に捕まったのもあり、もう破裂してしまいの、ここからスタート。ちょっとディガホグからするとスタートが遅いかな。1分24秒、1分20ぐらいですね。ディガホグで残り1分20は結構、時間がない。かつ、もうこれ、10日弊社じゃないからね。微妙なライン。ただ、シューターはシューターで事前に12時大きく削ってくれてるのと、イーグル砲がもう折れてるんでね。範囲ダメージ的なところで言うと、結構少なめなので、そこがどうなるか。さあ、ストライカー出してったんですが、これはキングではなく、ロイヤルチャンピオンに向かうというね。エイムが。向かわせる方のエイムが。さあ、クイーンギリギリですが、ここがクローク打っていきつつ、ディガホグの量は多いですね。残り40秒。さあ、1マス空いてることによってこのフィストが伸びていく。レイジかけて壁割りに行きましたが、クイーンは諦めて戻ってきて、これは戻ってくれる方がありがたいな。さあ、残り時間は微妙なライン。さあ、バルキリーも回収で出していきつつ、どうなる？残り20秒。さあ、クイーンはここは壁を殴っていく。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメラン残ってるので大事に使いたい。時間との勝負、残り10秒。微妙すぎる。さあ、ユニットすべて出し切って、金庫にスニゴブ、アーチャーを金山に当てていって、残り5秒、4秒。これは無理かな？ 3、2、1、0。間に合っていく。いや、これね、間に合わせるの結構ね、最後の回収とかも含め難しかったと思いますよ。かなり難しいところだったんですけどね、これをね、今、リサオさんにね、リサオさんの配置にね、前回取ってったんですけど、拍手してましたね、ずっとリサオさん。これでちょっと僕の中での印象がかなり良くなりましたね。うん。結構ね、カメラ、なんだろう、カズマくんに向けてね、多分拍手してて、結構ね、カズマくんこっち見てくんないかなみたいな感じでね、カメラちょこちょこ見て、こっち見て、みたいな感じでね、見てたんですけど、ちょっとそこは伝わらず。うん。カズマくんはずっと下見てました。一方的ではありましたが、僕が見てたので、リサオさんの、あ、この人いい人だと思いました。いやーね、相手の前回とかにね、しっかりね、相手チームと同じとこのね、チャンネルに入るんで、相手の顔とかも対戦中は見えるんですけど、拍手して、いや、今のはすごいみたいなことね、もう、この1分24でスーパードラゴンやった人ですね。個人的にはすごいいいなと思いました。さあ、フリーズをかけていきつつ、ゴーレムでターゲットを変えていき、スーパーボーラーと。ボックス陣っぽい形ではあるので、ボックス陣ですね。結構刺さりやすいと言われているスーパーボーラー採用と。さあ、ストライカーも添えていって、これトムかけるのかな？そういうわけではない。だったらちょっと早かったかも。さあ、シューターが強いですね、これ。横からシューターが降り注ぎつつ中心届いて、これは巨爆とか結構見えてるけど、もうごちゃごちゃでトーム。ユニットの量がすごいな。2枚目のジャンプでタウンホール区画へレイジドッカンと。もうすごいな。ユニットの量がすごい。もういろいろいすぎてわからん、これもう。たくさんいます。しっかりヒーラーがスイッチしてるので、本体が解けない。伸びる伸びる。さあ、ここからロイヤルチャンピオン。投石のあった区画へ投げ込んでいきつつ、シューターからホグ出てきて、これは上も下もオーバーキルですね。強っ。
さあ、回収ベビドラ金庫投げという豪華な使い方もしていきつつ、これ、ボーラーの方も貫通しちゃったね。強っ。さあ、残り防衛施設も。残り2つですが、ブーメラン、これ回収使われて、これも早いな。早っ。さあ、星6対決。ホッサンとツイズラバルト。平均タイムが1分近く出ちゃってますからね、これも。1分51ですよ。早すぎるね。カズマくんの前回はね、もう3分ぴったりぐらいだったんで、これはもう時間で勝つのはかなりきつそうかなっていうところ。さあ、奥までつけていって、まずはインビジブル。援軍投石イーグルシングルあたりを狙ったような形かな。さあ、2枚目のインビジブルですが、ここは巨爆。おー。ウィズ島かなんかヒットしたのかな。巨爆だけでは知らないはずなんですけど、ボムターンの爆破が入ったようなマス目ではなかったんで、どうだろう。小爆も見えない軌道を食らってたのかな、実は。いや、これ痛いですね。イーグルシングルあたりはね、見てたと思うし、特にイーグルが残るのだるいですね。これ、ダイクが直しちゃうんで、結局なかったことになっちゃうんだよな、このダメージ。これは結構痛い。さあ、9時からキングもさせていきつつ、戻ってきてもらいの。これタウン見てると思うんで、さあ、ボーラーカットを上側入れてますが、ダイクが直してるんで、これもカットまではできなそうですかね、ダクエリポンプ。さあ、どうなる？フリーズかけてフィストで2ヒーロー処理。これクイーン戻るんか？怪しいな。さあ、12時からラバルすることで巻き込んで戻すイメージかな。1マス区画から。うわ、上流れそう、これ。無理そう。流れるな、これは。ロイヤルチャンピオンだけは真ん中マルチ行ってくれましたが、これはでもローチャンブーメラン残ってるんで。安い折れたのは熱いけど。さあ、オイラはここからかけてフリー、バルーン角度変えつつ、いいアイゴレだ。これはいいアイゴレ入りそう。さあ、ここでトームですね。ラバにもかかるようなタイミング。さあ、タウンホールはもうこれは、なんとかしてもらうしかないな、これで。トームはもう使っちゃってるんで、ここでなんとかしてほしい。いやー、トルネードまで出る。さあ、ここで中心バルーンは全部溶けていって、イーグル近くもテスラモリとなると結構苦しそう。さあ、シングルここフリーズで、ウォーデン延命していきつつ、なんか、どうだ？横から来たバルーンは落ちてく。さあ、イーグルまたりつつ、ここはウォーデンはインビジブルで、ウォーデンを延命してますね、ひたすら。さあ、イーグル砲はクイーンの方へ。どうだテスラ、対空砲はここ固まってるんですけど、なんとかイーグル砲突破。クイーンの方は黒くで、避けていくと、これはどうだウォーデンは落ちる。残り10秒。これはどうだ微妙なライン。これクランジョ残ってんのやばすぎるな。あ、ただ結構削れてはいる。さあ、4、3、2、1、0。いや0長。0長くない今。0の保った時間長かったから間に合いましたね。なんか。さあ、2本これは3分ジャストのアタックがカズマ、ホッサンと2人からぴったりでの全開続きましたね。いや、今の結構ね、突イズで壊したかったところがちゃんとそこだけね、残って結構苦しい展開で。なんならタウンホールも見てたような。どうなんだろうね。まあ、さすがに折れるなら折りたいと思ってたと思うけど。ボーラーカットとかも入れてたからね。見てたと思うけど、大工で直されたってたから、そのプランは崩壊した感じかな。さあ、ディガホグ。うまいね、このホグ。ただ、ラバまでは釣れず。追いほぐしてラバ釣り行く。ストライカーの攻撃を受けることで、そのポイズンやった。ウィザードまで追加しましたね。はい。やってますよね、このポイズン。まあ、でも、とはいえ、火力が低いから、時間かかっただけかな。
さあ、キングスタート。ここは最速フリーズで、ヒーラー守っていきつつ、ギガオブスタート。シングルもすぐ横にあるんでね。ポイズン浸かりつつシングル受けてほしい。このトルネはうまく機能するかどうかというところ。ホーミングヒット。ここはフリーズからのトームと。ちょっと美味しいかな。これクイーンにシングル飛んでたわけじゃないから、トームかけてる上にフリーズはちょっと、あんまり意味ないからね。これは美味しいフリーズになった。中心レイジ。いや、レイジ強。クイーンではなくディガホグに打つレイジがね、ガクの時もそうでしたけど強いですね。さあ、そうなるとクイーンの方がこれ落ちそうだけど、黒く、うわー、見えてるレイジ。ギリギリでレイジかけていきつつ、インブロイちゃんか。いやー、ただこれ黒くかかせたの大きいな。さあ、リックスケ大量に回ってきて、これはクイーン落ちてほしいところ。レイジ早く切れろ。ロイちゃん落ちろ。インビジブル強い。いや、ただちょっと外れてるから、ホグは落ちた、クイーンも落ちた。いや、とはいえだな。強えな。12時結構テスラモに固まってる最終区画なんですけど、この投石が残んないときつい。投石だけでもきつい。ウォーデンは落ちるけど、ウォーデンがタンクしたせいでヒーラー打つってこれは止まらんな。サークラウス。いやもうね、これは時間無理だなと思ってさすがに切りましたね。まあ序盤でもう無理やなと思って。まあ一応プランは立ててはいたけどもういいやってなっちゃいましたね、これは。40秒差ですよ、この段階で。いや、これ無理ですね。時間で勝つのは無理ですね、これは。もう守り入ってくれるのを願うしかないかな。さあ、まずはキングサイドカットで入れてって、クイーンとロイちゃんでサイドカット、キングとロイヤルチャンピオン、じゃあ、ウッドランチャーで真ん中を見ていくと。はい。ロイちゃんタイミング完璧。さあ、これウッドランチャーがストライカー2体飛ばしてくれんの強い。ピストも結構早めにやったことでね、マルチ IT とかのタグも取ってくれたので、ウッドランチャーは保たれつつダメージを入れてくれました。さあ、クイーンの方、穴開けで相手のクイーン打てるような区画に入ったんですが、ちょっとラバーを呼んできてしまったんでね。ここは被っていってどうだ？フリーズはかけずにここでクローク。いいね。クロークいらない判断もいいですね。さあ、そしてタイミングよくラバルも始めてるので、これはクイーンが生き残りそうかな。いやー、強い。さあ、ここはウォーデンつけてないので、ヘイストフリーズのみで投石機を突破していきつつ、タウンホール付近からウォーデン付きでラバル開始と。シングルはちょっと捕まっちゃったんで、クイーンは落ちましたが、フリーズがたくさんありますね、こっから。さあ、エアスイーパー、タウンホール固めていって、ちょっとタウンホール周り重くなってる。トームは溜めていって、合流してウォーデンナイストーム。さあ、スケ置きつつトルネード。ここでヒールをかけることでタウンポイズンを受けたバルーンを HP 徐々に減ってはいきますが、ヒールをかけることでここ総裁。さあ、投石のタゲとかもね、ここはフリーズでかけていって、スケルトンからのストライカーでロイちゃん処理うまい。いや、余裕だね。さあ、この展開でまだ1分あるというね、高速ですね。結構ヒーローパートも削ってるし。さあ、ドヤ呪文かましていって、まあ、本来ならね、ヘイストとかね、時短に使ってほしいところではあるんですけども、今回はもう40秒ついてるんで、さすがに無理かなっていうところですか。さあ、ただ4連全開。ガーサス。サッシェン。この人あれですね。この前のあれは、クラッシュマスターとかキューティーフェンで出てましたね。この前の対戦出てました、相手で。さあ、クイラバジャンプ入りって感じかな。えぐいなぁ。さあ、ストライカーもつけていきますが、援軍ツルー。
サイドカットをしていって、12時区画にまずは入れていきます。ジャンプ1枚入ってるんで、タウン見たい流れかな、そうなると。一本防衛欲しいですね。時間じゃもう無理だからな。こういうジャンプって中心区画繋がってるがちょっと怖いけどね。マルチの方やから左に流れたりするのが負け筋だったりするんですけど、この距離感だと右も近いんで飛んじゃいそうだな。そうなるとマルチが避けそうだから、左側の展開とか早めにしたいところではあるが。あ、なるほど。タウンジャンプじゃなかった。マルチイーグル狙いか。そうだよね。タウン側に飛ばすのちょっと、ルート的に、微妙な。ちょっと怖い。中心テスラで流れるし。さあ、クイーンインビジブルでヒーラーも守りつつ、タウンホールからラバル。どうだ、ソラスケがえげつない量出てるんで、止まってくれたりしないかな。まだキングあんの？さあ、キングロイちゃんがサイドカットしつつ、クイーンはクロックラバル。いやー、時間も1分あるな。投石次第だけど、さすがに、フィスト強。クイーンはなんとか落ちました。さあ、トームも使ってるんで、いい感じにヒットしてくれると熱いが。いつの間にかあんなにいたソラスケルトンも全部いかれちゃったんですね。サロイちゃん、ブーメラン残っていって、これは積みかな。さあ、時間はかかりましたが、これも全開を取られていって、まあ、かかったと言っても、とはいえ20秒残ってる。強い。さあ、というわけでラストアタックやっていきましょう。もうこれは時間で勝つのは無理なんで、確実に全開を取りに行くような形で、攻めに行きました。はい。1人当たり30秒ぐらいの差があるんでね、4人で。いや、1分以内に全開取ったとしても勝てないっていう、そういうラインなんで、無理ですね。なんで確実に全開に取りに行くのが勝ち筋です。さあ、サイドカット入れつつ、クイヒーをまず9時の部屋に入れつつ、ジャンプでタウンホールまで繋いでいくイメージ。これも大工に直されて折れなかったんだ、ダクコン。なんで残ってんだろうと思ったんだけど。さあ、ホーミングバルーン入れつつ、ここはまずレイジ。ストライカー釣れたので、ここはフリーズを投石にもかけていきつつ、ジャイからのキングで、上側。キングの HP をね、ちょっと保っていきつつ、イエティカット。さあ、相手のクイーンとかかってるのでね、ここストライカーで耐えます。フリーズ使いたくないんで、もう、フリーズも1枚とインブ1枚しかないんで、タウン隣にね、シングルあるんで、もうこれ以上フリーズ使えないんで、ここはストライカー使いました。本当はここのね、キングにやってるストライカーとロイちゃんにやってるストライカー11で、詰めればよかったんですけど、先にそれはもう状況判断で打っていきました。さあ、ウォールブレーカーをウィズ島の方にもかけていきつつ、ここフィストからのトームでアイゴレも遅らせて出してるんでね、このアイゴレも仕事してくれるのを見つつ。さあ、ロイちゃん左側ね、ちょっと左気味につけたので真ん中マルチも見つつ、ウォーデン像とかそっち側のね、防衛説を取ってくれるのを結構重要視してましたが、これはロイちゃんがね、想像以上に伸びてくれたので、もうこれシングル折り任せました、これは。フリーズ1枚で折れるならね、絶対そっちの方がいいので、ロイちゃんを延命して、ロイちゃんだけでブーメラン飛ばしていって、で、裏からこれは、ドラゴンライダー対空砲刺していって、これはもう勝ちですね。さあ、ジャンプであとはタウンホール取るだけなんですが、しっかり外周部流れないように、外側も削りつつ、さあ、ドラゴンライダー、2体とかだったと思うんですけど、2か3だったと思うんだけど、さあ、強めのレイジを回収用にかけていきつつ、もう余裕ですね。結構綺麗な流れでほぼ全てがプラン通りに進んだかな、これは。さあ、対空削ったので裏からガーゴイル展開。ジュジュと。これはマジで理想的な逆サイウッドランチャーが組めたかなと思います。はい。さあ、フィニッシュ。これで、クイーンウォーカーズの方は15点獲得と、あとは守るだけ。前回取られたらね、どんなに遅い時間でも勝てないんで、
さあ、このアタックを守りたいところなんですが、対戦相手、木と。これはね、JX タイガーの5番手やってた人なんですけど、プランが結構面白くて強いんですよね、この人。さあ、結構バルーン出していきますが、ウィズとテスラ赤枠の突破ができず、どうだ？サイドカット目的なのか、と繋げたい目的なのか、さあ、ホーミングチェック用のバルーンと突撃艦、全然別サイドから飛んできましたが、ホーミングヒットも、これは、届いてしまいます。でもこれもうまいよね。ちょっと左にずらすことで、このマルチに刺していくという。あと、バルーン結構積んでるのかな。まあ、すでに使った配置なんだよね、僕らの使ってた配置今回。トラップとか分かってるっていうのもあって外してきた。まあ、変えてても警戒してきたみたいなところはあると思うんですけど。ポイズン使っちゃってたので、ここはアーチャーとウィザード使って早めていきましたね。今のも正面から投げるこの突撃艦結構リスキーではあるから奥までしっかり見れないと。これは左サイドにかなり寄せて突破に来ましたね。おー。からの陸横電型右サイド始まります。サイドカット。ここにジャンプ。うまい。このジャンプ強えな。さあ、ジャンプでタウンホールも打てるような流れを作りつつ、3時からキングロイちゃん、ウォーデンが進みますね。さあ、ホグラッシュ、ちょっとサージカル気味につけていきつつ、まずはここフリーズ。さあ、タウンホールの方、ヒーラー焼いてくれ。安い。さあ、ここまで貯めてのドームが強すぎる。さあ、サージカルホグが12時を突破して回ってきまして、フリーズ。ヒールをね、ホグに持ってこないタイプなんですけど、これは陸横電型でキングロイジャン3時から動かしてるの強いな、これ、クローク。さあ、とどめのサージカルホグも裏から回ってきて、巨爆、ボムタワー当たりますが、圧倒的だな。うまいな、これ。陸オーデンのホグとかだとね、こうやってホグと合流してからのトームも強かったりするんだけど、これは理想的な形作られましたね。うまい。はい、というわけでね、クイーンオカズステファニーベース、フーチンナンバーワンというところなんですけど、15対15で、時間で負けるっていうね、これ、やばくない？ 2 試合連続なんですよ、これ。2試合連続で15、15の時間負けっていう試合。2試合取ったら30、30よ。やばすぎる。前回しか生まれなかった。ドラ早いな。ドラ早強いな。やっぱりこうなっちゃうと。強えわ。まあね、この、時間ギリギリで前回取り切ったね、2人もすごかったんですけど、結果的にそこで負けちゃうっていうのがなんかな。まあ時間で勝負つけるっていうね、ルールはね、まあ、そこに文句はつける気はないですけど、お互い前回は前回だったりするんでね。まあこれは結構日本一決定戦の時とかもね、時間にで勝負がつくみたいなところがいろいろキーにはなりましたが、15、15ってまあめったに起こらないけど、それがね、これ2試合連続で起こってるんですよ。これきついね。時間で負けんのしんどいね。一本も覚えできないのしんどいね。まあね、いい前回がね、お互いに取れていて、客観的にね、決める要素がないってなると、まあそれは時間になってしまうわけなんですが、まあ、ちょっと15対15の時間勝負っていうのも新たな課題として見ていかなきゃいけない問題かもしれませんね、これは。本来はさすがに1防衛入って点数差がつくみたいなところはね、想像して僕たちは試合してるんですけど、それが起こらないってなると、まあ僕たちのプレイスタイル上そんなに速い前回はね、多くはないと思うので、これはなかなかしんどい課題ですね。というわけで、今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。